はい、そこです。全国民に現金10万円給付、10万円給付実現するかということについての大きな影響を与える衆議院解散についての、新たな動きがありましたので、それについてそこでお話しさせていただきたいと思います。今日この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金について新しい情報が出たらすぐに知りたい。給付金の申請が始まったらできるだけ早く申請をして、できるだけ早く給付されたい。あるいは給付金の申請が始まったら確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金について新しい情報が出ましたらすぐにお話しさせていただきますので、ぜひチャンネル登録をしておいていただければと思います。チャンネル登録をしておいていただくと、新しい給付金の情報が出た時にすぐにご覧になっていただくことができるようになります。早速いきたいと思います。この全国民に現金10万円給付、特別定額給付金、コロナ禍にあったような全国民を対象にした、国民1人当たり10万円給付するといったようなこの給付金の、もう一度2回目のようなことをやってもらえないかっていうふうなことで、歌っている政党もありますし、そういう声も年々高まってきているといったような状況ですと。で、それについてはまだあるかないかってことは当然決まってないんですけども、それが実現するためには、やはり衆議院の中でそれを掲げる政党が大きく議席を伸ばして、そういったことを提案していく。あるいは与党になってそれを実現するということがやっぱり必要になってくるわけですけれども、その衆議院のその解散についての大きな動きというものがありましたので、それについて今日はそこでお伝えさせていただきたいというふうに思います。この103万の壁の交渉が決裂、基礎控除の引き上げですね。国民民主党と自民党あるいは公明党、与党との協議が決裂しましたと。ただ維新がこの与党の賛成に回ったので予算案は衆議院を通過しましたと。ということでこの103万の壁の引き上げっていうことについては、そこまで実現しないような形で終わってしまいましたという状態ですと。で、その後国民民主党にはやはり全国民1人10万円給付金をやってくださいという声が圧倒的になっていると。国民はその引き続き103万の壁の交渉をしたりとか、あるいは消費税減税っていうよりも全国民1人10万円給付金をやってくれっていうふうな声が圧倒的に上っているという形ですね。これはこの動画の視聴者様向けに出させていただいたアンケートですけれども、2842票をいただいている時点でこのような結果になってますと。80% 以上の人が全国民1人10万円給付金を優先的に交渉してほしいというふうに思っているということですね。当然このチャンネルの視聴者様なので、この10万円給付金に興味がある方が多いっていうのは当然そうなんですけども、それ以外の方ももちろんご投票いただけるので、やはり国民の中で全国民1人10万円給付金を最優先でやってくれっていうふうな声が圧倒的っていうのは言えると思いますと。これは何かっていうと、将来かかる例えば所得税が減ります。103番の壁の引き上げということだったり、あるいは何か物を買うということについてかかる消費税の部分が減るということよりも、とにかくその目の前の物を買うそのお金がないんだと。支払いだったりとか、あるいは食費だったりとか、そういうふうなものに使うお金がないですよっていうふうなことを国民は思っているということですね。ということで、この10万円給付金実現してほしいという声はたくさんあるんですけれども、それにはその10万円給付金を掲げる政党が特に衆議院ですね。大きな物事を決めるのはやはり国会の中でも衆議院なので、その衆議院の中で議席をもっと伸ばす、あるいは与党になって実現するということが必要になってくるんですけども、そのためには今少数与党とはいえ、与党が半数近くの議席を持っているので、なかなかその与党としてはですね、10万円給付金今のところやらないっていうふうに言ってるので、実現は近づいていかないんですけれども、ただ選挙があれば、衆議院の選挙があれば、その状態もひっくり返ってくる可能性もあるというところですね。自民党、与党は今非常に苦しい状況にありますと。国民の支持率が非常に下がっていると。石破内閣の支持率発足以来最低の 31% になっていると。対してこの野党、例えば国民民主党、あるいはれいわ新選組といったようなところは支持率がどんどん上がってきているというふうな状態なので、この衆議院の選挙、衆議院解散があって衆議院の選挙があれば、その勢力図も大きく変わってですね、10万円給付金の実現も近づいてくるというものですと。で、この石破内閣支持率発足以来最低 31% っていうふうに、前の動画でもお話しさせていただいたように、とにかく支持率が下がっているという状態ですね。3月のこの中旬の調査、読売新聞の調査によって 31%、発足以来最低ということが分かりましたと。で、明確に支持しませんという不支持率もめちゃくちゃ高くて 58% に上っていると。石破内閣では参院選戦えないっていうふうに言ってる自民党の議員もいると。石破首相いろいろな問題があります。
石破首相のその商品権問題、政治活動ではないっていうふうに言ってますけれども、国民はそうは思ってないってことですね。法律的にもしかしたら起訴もされないし問題がないかもしれませんが、ただ国民としてはこの政治活動だと思っていると。それがこの発足以来の最低の支持率に表れているということですね。で、こういった不祥事だけじゃなくて、もう一つ、例えば赤澤経済再生担当大臣の献金の問題。これは事実上の企業献金だっていうふうな声もあります。いやいや、個人的にもらったものですよっていうふうに言ってますけれども、いや、それは同じ企業から違う日だったり、同じような日に、大体合計200万円ぐらい、献金してもらってますよね。それは個人じゃないですよね。さすがにそれは難しいんじゃないですか。事実上の企業献金だっていうふうな声も上がってます。で、こういった不祥事、商品権問題だったり、企業献金の問題、不祥事だったりするんですが、それ以外に明確に来年度の予算の審議における野党との政策協議について、不満と言っているふうな国民が多いということですね。自民党の政策に不満だと。つまり不祥事でこの支持率がめちゃくちゃ低くなってるんじゃなくて、あるいはこの政策に不満だと、明確にこの自民党の政策に不満だということで不支持率ですね、が高くなっているっていうことが言えるんじゃないでしょうか。つまり不祥事で自民党ダメだというだけじゃなくて、例えば裏金とかですね、去年もありましたけど、そういうことでダメだっていうだけじゃなくて、政策に明確に不満だということで不支持率の高さにつながっているということです。で、そうなると自民党総裁交代かと、あるいは不信任案の可決、野党が結集すれば不信任案は可決することができますと。なぜかというと半数超えてるからです。で、その自民党のこの、石破内閣ですね、石破総裁に対して不信任案を突きつけて、解散と、衆議院解散というふうなことに、することもできなくもないですと。できなくもないですっていうのは、この石破内閣としては不信任案が可決された場合は総辞職か、衆議院の解散か選ぶことになりますけれども、そうなった場合は解散をするといったようなことを石破首相は言ってますと。なんですが、この野党がまとまっていないという状況にあります。で、この衆議院解散されなければ、先ほど言ったように、勢力図が変わるっていうことがないので、その10万円給付金だったりとか、あるいはそういった国民に還元するような政策を掲げる政党の議席数が増えないということになるので、この現金10万円給付というふうなことがなかなか実現に近づいていかないということになります。なぜ自民党がこんだけ叩かれていて支持率も低くなっているのに、この野党は結集して、不信任案を突きつける、あるいはこの衆議院解散に向かっていくようにするということをしないんでしょうかというところがポイントですと。今年の7月20日にはこの参議院の選挙がありますと。その参議院の選挙をできるだけいい状態で迎えたいというふうに、党利党略があるんじゃないかっていうふうに、野党のことを、評するような人もいますけれども、結局はこの野党の中で、一番大きい、政党っていうのは立憲民主党ですね。で、それからその次が維新といったような形になってます。どうやらこの立憲民主党と維新が解散したいと思っていない節があるというふうに私には見受けられますということですね。で、それ何かっていうと、この維新は自民党の予算案に対して賛成に回りましたと。で、なぜ賛成に回ったかっていうと、維新の自身のこの維新が実現したいような高校の教育無償とかっていうことが、実現する。自民党がある程度その内容を飲んだんで、じゃあ予算に賛成しますよっていうことで賛成に回ったんですが、これが非常に印象が良くないということですね。維新の議員の中にはいろんな不祥事が今までありました。あるいは大阪万博の問題も去年ありましたと。去年というか、今年開催なんですけれども、そういったような、特に騒がれたのは去年とそういうような問題がありましたと。ただ、そういうことではなくて、維新としては、その国民の支持が少し下がってきていたところに、この国民の大半が、恩恵を受けることない高校の無償化っていうところで、自民党と手を結んでしまう。手を結んだとは言わないのかもしれないですけども、予算のこの衆議院通過に加担をしたために、維新お前もかということで国民からの評判は非常に悪くなっているというふうに見受けられます。なので、ここで衆議院解散に、なるということになれば、やもすれば維新の議席は減ってしまう。さらに減ってしまうかもということでもしかしたら思っているんじゃないかなというふうに思ってますと。で、これは立憲民主党も一緒ですね。立憲民主党も
もしかしたらこの野田代表の考えとしては、財政に関しては非常に慎重ということで、減税ではなくてもしかしたら増税派なんじゃないかなというふうに国民から言われていることもあって、この維新が何か国民に明確にですね、分かりやすく、示せているようなそういった政策もないと。あるいはそういった増税路線じゃないかなっていうふうにも言われている声もあるので、このまま衆議院の解散を今してしまったんでは、この維新にしても立憲民主党にしてももしかしたら議席を減らしてしまうんじゃないかと、おそらく思ってるんじゃないかなというふうに私は感じてます。で、これ多分いろんな調査会社があって、それぞれご自身の、政党のですね、支持率っていうものはもう皆さん大体把握されてると思うんですね。こうインターネットの調査とか、いろんなところの調査で、すぐにですね、そういったデータっていうのは上がってきますんで、今自分の政党が、どれだけ支持が増えているか、それとも減っているかというのは明確なはずです。で、そうなると、立憲民主党もおそらく維新も、今自分の政党の支持率っていうのは下がってきてるんだなということで、ここで衆議院の解散に打って出るっていうことは、もしかしたら得策じゃないなというふうに思っている節があるんじゃないかなというふうに思ってます。なので、いろいろと理由をつけますと。いや、徹底的に追及をするんだとか、あるいは参議院で、党利党略、を考えたかどうか知らないですけど、参議院を石破さんで戦った方がいいんじゃないかというふうなことを言ったりとかしています。ただ、それはもう明確に今衆議院の選挙、やっぱり繰り返しですけども、大きなことを決めるっていうのはやっぱり衆議院ですから、その衆議院の中での議席数の増減っていうのはやっぱり一番に気にするのが、それぞれの政党だと思います。で、党利党略を考えないわけないですので、その、自身の政党の衆議院での議席数がもしかしたら減ってしまうかもっていうふうに思っている状態で、衆議院を解散に向かわせるわけがないので、そういう意味では自民党も立憲民主党も維新も、意思が一緒になっていると。つまり、立憲民主党は、この内閣不信任案というものをあまり出さないという可能性もありますし、もしかしたらこのまま出さない可能性もありますと。で、なんなら維新ももし、内閣不信任案が出されたとしても反対に回るという可能性もあります。立憲は今退陣をすぐには求めないというふうに言っています。参議院を石破さんと戦いたいというふうなことを言っているということであるならば、衆議院の解散というのは今あってほしくないっていうふうに言ってるも同義なんで、この衆議院の解散、今言ったようにやっぱり立憲としてもデータで上がってきてるでしょうから、今解散したら議席減るなということで思っているということですね。で、維新としても政策の実現を優先とか言いながら、はっきり言って衆議院での議席が減るっていうふうに今思っているので、なのでこの衆議院の解散に対して、もし内閣不信任案が出ても賛成しないかのような、不信任案に反対するというかのようなことを言ってるし、実際にそうする可能性はありますと。対して国民民主党はもう速攻で退陣しろというふうに言っているということですね。国民民主党は今国民の支持もどんどん上がってきますと。今回この与党との協議の中で103万の壁の交渉というのは決裂しましたが、これについて国民としては高く評価をしているというのが今状況なので、今解散するということになれば衆議院でさらに議席を増やすといったような可能性はあるということですね。もし衆議院解散が実現するというふうなことになれば、このれいわ新選組あるいは国民民主党大きく議席を増やしてくる可能性もあるので、そうなるとこの10万円給付金の実現というものを近づくというふうに言ってもいいと思います。この国民としても求めているのは10万円給付金ですと。で、それを掲げている政党が議席を伸ばす。それは当然のことですよねと。で、国民民主党と同じようにれいわ新選組はやっぱり減税路線です。れいわ新選組は国民民主党よりも激しくですね、劇的に減税をしろと。消費税廃止をしろっていうふうに言ってますと。れいわが大きく議席を伸ばすかもしれないっていうふうに国民民主党の玉木代表も言ってます。維新はれいわに食われるかも。こういうことなわけですね。つまり今維新としては旗色が本当に悪いので、とにかく今は解散というところには向かわないでほしいと。衆議院解散というところには向かわないでほしいと、本音では思ってるってことですね。れいわの支持率が維新より高いと。そういう調査会社が出ているっていうふうなことが、この国民民主党の玉木代表も言ってましたので、これによってやっぱり維新としては厳しいんだなっていうことは言えると思いますし、各政党がですね、こういった調査会社によって支持率っていうのを常に把握していて、それを気にして、どうするかっていうのを決めているっていうことが分かりましたということですね。この
全国民に10万円給付、この特別定額給付金の2回目のような給付、国民としてはぜひやってほしいというふうに思ってるんですが、実現するシナリオ、やはりそんなに簡単なものではないということも今回の予算の審議で分かりましたということですね。何かというと、結局国民民主党が議席を伸ばして、で、与党と政策協議すればもしかしたらこれ実現するんじゃないか。この国民民主党が前回の衆議院選挙、去年の10月にあった衆議院選挙で4倍増議席をですね、28議席になりました。これは実現するんじゃないかなというふうに思ったんですけど、2つの理由があって実現しませんでしたと。1個目は国民民主党がその選挙の中で手取りを増やすということにフォーカスしたために、この10万円給付金というもともと持ってた政策については、優先順位を下げたんですね。で、そのために今回の政策協議という予算審議の中での政策協議というところでは、全国民10万円というものを出さなかった。政策が、私としてはもうブレたらっていうふうに書かせていただいてますけども、なくなってないですって言っても優先順位1番じゃないですって言ったら結局ブレてるのと一緒なんで、一回掲げた政策もその後に、他の政策を、新たに上からこう被せてですね、掲げる可能性があると。つまり政策ブレる可能性があったら無理っていうところと、あと与党は結局どの野党と組むかっていうことを選べちゃうんで、与党にならないとその、掲げて、例えば10万円給付金を掲げてですね、議席数を伸ばして政策協議できるからといって実現すると限らないということですね。全国民10万円給付が実現する唯一のシナリオということでは、今言ったように政策ぶれない10万円給付金を掲げる政党が与党にやっぱりなるということですね。あるいはこういった形で国民民主党が一回ブレたとしても、じゃあ基礎控除の引き上げの協議ということで一段落しましたと。じゃあ次は10万円だっていうことで、その直近の選挙でですね、10万円給付を掲げてもらって、それで与党になるというところが、一番大切なことなんじゃないかなというふうに思ってます。国民民主党、今28議席です。れいわ新選組、今9議席です。次の選挙でさらに3倍増というふうなことでもあればですね、2と合わせて100議席ってことになるので、もしかしたらこういった10万円給付金実現する可能性も高まってくるということですね。それには引き続き国民の支持っていうのが必要なところと、あとは全国的に立候補者の擁立、比例区だけじゃなくてやっぱり小選挙区で、全国でちゃんと勝ってですね、議席数を大きく伸ばすということが必要になってきますと。国民民主党、れいわ新選組の掲げる給付金の政策の中身です。国民民主党インフレ手当として全国民対象10万円給付と言ってます。れいわ新選組は同じようにインフレ対策として全国民対象に10万円給付。ただ、ワンシーズンに1回、年間で4回給付してくると。年間で40万円の給付ということを謳ってます。国民民主党。今は手取りを増やす10万円、103万の壁の突破っていうところに注力してますけれども、党の政策としてはインフレ手当10万円ありますというふうなことです。さらには、れいわ新選組は全くぶれませんと。この1人10万円かける年間4回の給付というのをもちろん目指しますというふうなことを言ってますと。で、このマニフェスト、参議院選に向けたマニフェスト、7月20日にある参議院選に向けたマニフェストでは、両党ともにだいたい1ヶ月ぐらい前にマニフェスト出しますよというふうに言ってますので、このマニフェストも非常に注目というところです。もいずれにしてもこの政党がこの2つ、国民民主党、れいわ新選組、全国民に現金10万円給付というのを掲げている政党が大きく議席を伸ばすことで実現が近づいてくるというふうなことになります。ただ、今年もしかしたらあるかもと言われていた衆議院の解散というところについては、れいわと立憲民主党が今解散されてはもしかしたら議席が減ってしまうかもということでおそらく思っていて、そういった調査会社からのデータは上がってきていると思うんで、なので今すぐには解散を求めないっていうふうなことでおそらく考えてるんじゃないかなということに対する、今日はお話をさせていただきました。で、こういった給付金に関する動画出させていただくと、本当にたくさんの方にご覧になっていただいてます。毎回何万回かずつご覧になっていただいてます。いつもたくさんご覧になっていただきまして、本当にありがとうございます。で、たくさんご覧になっていただいている我々一般的な国民の視聴者の皆様にご覧になっていただいているということは、政治家の方でもたまたまこの動画を見ましたっていう方が毎回何十人かはいると思うんですよね。なので、そういった政治家の方にも我々一般的な国民がどんなことを考えているかっていうふうなことをぜひ伝えたいなというふうに思ってます。で、先ほどお伝えしたような、皆様に取らせていただいたアンケート、そういったものについてお話しさせていただくことで、そういった政治家の方に、我々一般的な国民が次何をやってほしいか、今何をやってほしいかということについて考えているかということについて知っていただけるというふうに思ってます。で、それ以外にも、この動画の概要欄にこういった給付金の政策に対して賛成反対の本当一言だけでも構いませんので、ぜひ
ご意見入れていただければなというふうに思ってます。で、いつもご意見入れていただいている、皆さん本当にありがとうございます。私としても励みになりますし、そういった政治家の方にも我々の意見というのは少しでも伝わっていると思いますので、ぜひですね、またご意見入れていただければなというふうに思ってます。いつもコメント入れていただきましてありがとうございます。で、それからですね、この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金に関して、新しい情報が出たらすぐに知りたい。あるいは給付金の申請始まったらできるだけ早く申請して、できるだけ早く給付されたい。あるいは給付金の申請始まったら確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金に関して新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいてますので、ぜひチャンネル登録をしておいていただければと思います。チャンネル登録をしておいていただくと、新しい給付金の情報が出たときにすぐにご覧になっていただくことができるようになります。今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。すぐに衆議院解散があって、こういった10万円給付を掲げる政党が大きく議席を伸ばして実現に近づいてほしいというふうに思っているんですが、やはりその、党利党略、いろんな政党、立憲民主党、維新とかが思っているような、今すぐ解散したんではもしかしたら衆議院の中で議席が減ってしまうかもというところがおそらく本音だと私は思ってますので、それについてこの簡単にですね、衆議院解散というふうなことが、いわゆる内閣不信任案の可決、衆議院解散というふうにはなかなか進まないんじゃないかなというふうにも、ここ最近のこの1日2日のニュースを見て思いましたので、動画でまとめてお話をさせていただきました。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。またぜひご覧になっていただければと思います。ありがとうございました。